はい、皆さんコンタコスタルタコスでございます。さて今回の動画はですね、もしかしたら荒れるかもしれません。今回の動画はじゃん、バルヘイムの武器ティア表でございます。イエイということで今回は、タコスが思う、各武器、ちょっと灰の地の武器ないんですけど、あとはですね、単純玉とか匂い玉とかね、そんなのも含めたこの武器のねティア表を作っていきたいと思います。完全にですねタコスの独断と偏見で作ります。なので人によったらね、この順位おかしいだろう、これこうだろうみたいなねことは結構起こると思います。そんなこともぜひね皆さんコメント欄で討論していってもらったらなと思います。それぐらいなんか荒れることを期待しております今回の動画は。っていうことでね、タコスの独断と偏見ティア表いきましょう。はい、それではまず左上からスタートしていきましょう。コンボですね。コンボタコス的には B ティアですね。コンボを B ティアにした理由は簡単に言うと慣れたら埋葬室で使えるからです。コンボですね、最序盤で作れる武器でありながら品質2にすると埋葬室ね慣れてれば攻略できるので、一番早い段階で埋葬室攻略するには欠かせないので、B ティアっていう判断ですね。で次粗雑な弓ですね。粗雑な弓 C でございます。これなんで C かというと、最序盤で弓使うのって鹿狩りぐらいしかないんですけど、鹿狩りって結構慣れてくれば槍でやった方が早かったりするわけですよ。なので一番最初に作るこの粗雑な弓ですね、これは基本的には作らないことがタコスは多いですね。はい、次斧ですね。この斧2つですね。武器として考えるなら D です。武器として考えるならいや必要不可欠なアイテムではあるんですけど、これ持ってモブと戦えるかって言われるとあんまり使わないと思うので、基本的には D ですね。もちろん必要不可欠なクラフトではあるんですが、武器として考えるなら D です。はい、次ですね。火打ち石のナイフ。火打ち石のナイフB にしておきましょうか。序盤で作れる火打ち石武器ってナイフと槍に分かれるんですけど、ナイフでもねブロックコンボとか使えば結構黒い森でも活躍できるので、一応 B ですね。で次火打ち石の槍ですね。はい、文句なし S ティアです。これ最序盤で作れて、鹿狩りから最終強化まですれば、沼地までこれ1本でいけるので3バイオームで活躍しますね。草原、黒い森、そして沼とこの3バイオームで活躍できるので、間違いなく S ティアですね。絶対作った方がいいです。で次四角滝ですね。これ四角滝 A ティアですね。これ1本あればダンジョン埋葬室も普通に簡単に攻略できますし、なおかつ沼ですね。沼の霊廟で活躍しますし、特に大骨戦とか上に乗ってこれ振り回してるだけで勝手に大骨倒れていくんでA ティアですね。はい次松明ですね。武器として扱うならD かなって感じですね。最序盤で鹿狩る時とかに使うんですけど、それ以外のね使いどころが武器としてはないですね。はい、なのでD に入れときましょう。はい、ということでここからですね青銅武器ですね。青銅時代入っていきます。アドゲイルですね。アドゲイル難しいですね。ぶっちゃけタコスそんな使わないので C に置いておきます。強いんですけど食わず嫌いですね。完全にここはタコス的には使わないので C です。もちろんですね副次攻撃も結構強くて敵をね吹っ飛ばしたりできるんですけど、いかんせんねスタミナ管理難しいですねこれ。はい次青銅の斧ですね。青銅の斧 B です。なんで青銅の斧 B かっていうと、そうですね絶対に作らなきゃいけない装備っていうのも一つですし、あとはこれ1本持ってれば長老勝てるんですよ。なので絶対にね作らなきゃいけない装備かつ長老を倒せるということでB ですね。
で次聖堂の襟ですね。聖堂の襟は D です。はい。宮中市の襟よりは強いんですけど、まあここでちょっと作る必要はないかなと。素材の無駄遣いですかね。ここで作るぐらいだったら沼地で樹皮の槍をね作った方がいいかなと思います。基本的には作らないですね。で聖堂の剣、これ結構難しいな。聖堂の剣難しいですね。聖堂の剣がむずいな。聖堂の剣ね、ちょっと C ぐらいにしときましょうか。まあ絶対に作らないっていうわけではないんですけど、まあそんなに作らんかなっていう感じですね。まあちょっとここ難しいですね。ブロックコンボとか使えればちょっと強いんですけど。で次銅のナイフですね。まあ銅のナイフも C ですね。あんまり作る必要はここではないかなっていうのが感想ですね。ただこいつ青銅じゃなくて銅だけで作れるので、まあその辺はねコスパとしてはいい部類なんかなと思います。で次がここに下に隠れてんな。聖堂のメイスですね。この聖堂のメイスね B です。片手剣よりは上だと思ってます。なんで B かっていうと、まあ、沼地突撃した時に使えるからですね。骸骨そしてスライム弱点属性なんで叩きが、まあ、なので作っておけばちょっと沼地で活躍できるかなっていうことで B です。で上質な木の弓ですね。これはさすがに A なんじゃないですか。これはさすがに A だと思いますね。タコスはいつもこの育つな弓飛ばして上質な木の弓をね作ります。はい。でこの上質な木の弓で、まあ、黒い森そして沼、あとは山の途中ぐらいまで使えるのでずっと活躍できる武器なんで A ティアですね。で次奈落のカミソリですね。これは B でございます。キチンが20必要なんですけど、まあ、結構強いですね。銅のナイフと比べて切りと刺しも8ぐらい違ってくるので、まあ鉱石を使わない装備として非常に優秀ですね。これは B ティアです。さて次から鉄世代ですね。鉄世代振り分けていきましょうか。樹皮の襟、これはですね人によると思うんですけど、まあタコス的には C ですね。あんまり作らないことが多いです。はい。だいたい雪山はメイスでいっちゃうのでここであんま槍は使わないですね。で次、バトルアックスですね。バトルアックスは D と。はい。まあ解説はですねまあいらないでしょう。次ですね、狩人の弓。狩人の弓はタコス的には C ですかね。やはりこの上質な木の弓をずっと使っていくので、まあ山でもね中盤まではこの上質な木の弓使うので、この狩人の弓はあんま作らないことが多いですね。なので C です。アドゲイル、これもちょっと食わず嫌いなのでただD か C 悩むな。まあ一応 C ぐらいに入れときますか。で鉄能のですね、まあ武器としては B ですね。あんまり使わないと思います、武器としては。で鉄のメイスですね。鉄のメイスB か A 悩むな。まあ A にしときましょうか。沼に入った段階で結構使いますね、この鉄のメイスは。大骨も瞬殺できますし、まあ、山でもね途中まで全然活躍してくれます。なので鉄のメイスはね沼攻略段階ではぜひ作っておきたい装備なので A ですね。で鉄の剣、鉄の剣あんまり使ってる人も見たことないのとあんまりタコスも使わないので C ですね。鉄20個使う割にはちょっと弱いかなって感じです。では次、山で作れる銀世代の武器をね振り分けていきましょう。まずはドラグルの牙、これはまあ A でしょう。はい、 A ティアですね。まあ、なんでかっていうとこのドラグルの牙普通に何も属性がついてない矢でも毒を付与できるのと、この弓からですね弾道がまっすぐ飛んでいくようになります。なのでまあ狙ったところにね簡単に当てれるっていうのが強いところですね。山では作っておきたいところです。
なので A ですね。牙の槍、これもね、これも A ですかね。牙の槍はモデル戦でかなり使えます。モデル戦でかなり使えるのと、あと平地でも別にこれ1本でもまあ攻略はできるので、牙の槍は A ですね。でこれですね、肉先フレッシュリッパー、まあこれはねちょっと好み強すぎるので D でしょう。フェンリル装備と一緒の時に実装された装備なんですけど、まあ使わないですね。まあ一応武器なし攻撃のスキルになるんですけど、あまり使いません。まあ D でしょう。でフロスナーですね。フロスナー、これはもう間違いなく S ですね。フロスナーね、商人を見つけられたら間違いなく作りたい装備ですね。はい、平地そして霧の地でも大活躍します。このフロスナー超強いですね。凍結もあるので、そして霊属性もあると、まあ作っておけばほぼ敵なしぐらいの状態に持っていけるので、これはぜひ作りましょう。エスティアです。で次、銀のナイフですね。これちょっと振り分け難しいんですけど、C かな。普通に攻略するんだったら C ですね。この銀のナイフ霊属性がついてるんですけど、例えばね逆から攻略とかだったら結構使う場面があって、というのも鉄2個で作れるので、まあ鉄の消費が少ない霊属性の武器ということでね、銀のナイフ結構使ってました。ですがまあ普通に攻略する分にはいらないでしょう。 C です。で銀の剣ですね。銀の剣、これはですね、B か A 悩むな。まあ、一応 A に入れときますか。 A にしときますか。はい。なぜ A かというと、まあ作るのがね結構難しいんですけど、銀も40個いるし鉄も5個いるし、でフル強化しようもんなら銀が結構いるんですけど、ただ霊属性、この全武器の中で霊属性一番強いです。なのでヤグルス特攻ですね。ヤグルスを一番早く倒すことができますね。よくヤグルス戦フロスナーか銀の剣で挑む方多いと思うんですけど、まあ基本的には銀の剣の方が早く倒せます。ただヤグルス以外の敵全体で考えた時にダントツフロスナーの方が使いやすいですね。まあ一部の界隈では灰の地でも使えるんじゃないかっていう話も出て、まあ確かに灰の地の敵にも結構ダメージを与えることはできるんですけど、まあ、個人的にはミスオーカーの方が強いですね。で次ですね、これですね、クリスタルアックス、いわゆる変態武器ですね。変態なので C にしときましょう。はい。まあこの鉄のバトルアックスよりかはこっちの方が強いっていうのと、全くもって使えないっていうわけではないので、まあ今回はね C にしておきます。はい。次、黒金属世代でございます。はい。では黒金属世代振り分けていきましょう。アドゲイルこれアドゲイルはすいません食わず嫌いなんで C でございます。はい、申し訳ない。いや強いとは思うんですけどね、まあちょっとタコス的にはなかなか使わないですね。アドゲイル嫌いです。なのでまあアドゲイル信者の方にはちょっと叩かれると思うんですけど、まあタコス的にはねちょっとアドゲイル使わないですね。で次、黒金属のまあ武器としては D です。絶対に作らなきゃいけないんですけど武器としては D ですね。はい。で黒金属のナイフですね。これですね、個人的に B あたりに入れたいですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、黒い金属10個で作れるっていうのと、あとはですね意外とその割には使いやすいかなと思います。まあ切りと刺しもですね、銀のナイフ25に対して黒金属のナイフは34ということで、まあ、結構ね上げ幅でかいので低コスパで作れる武器としてここで作るのもありかなっていうので B ですね。で黒金属の剣、これもまあ B ですかね。まあ平地攻略段階で作るんだったらまあこのどっちかかなっていう感じです。ナイフかそれか剣かっていう感じですね。ただフロスナーをもう作ってればフロスナー1本で解決するので黒金属はあんま作らないことが多いですね。でお次が山嵐。山嵐 A ティアじゃないですかねと思いますね。
よくねフロスナーと比較されるんですけど、まあタコス的にはフロスナーの方が使いやすいですね。やはり凍結がついてるのが強みですね。ただ山嵐も叩きと差しがね両方ついてるので、まあこれも平地攻略段階では黒金属よりは優先度が高い装備かなと思いますね。おっと忘れてた、すいません、鉄の大ハンマー忘れてましたねこれね鉄の大ハンマーまあ B ですかね。いや強いです、正直四角岳よりめちゃめちゃ強いし、霧の地とかに持っていったらちょっとはねダンジョン攻略楽とかになるんですけど、まあ正直悪臭玉でいいっていうのと、あとめちゃくちゃ作りにくいっていうのが、まあこの B にした理由ですね。強いのは強いんですけどね、これは B にしておきましょう。はい、さてお次霧の地振り分けていきましょう。霧の地武器石海、石海タコス的には A なんですよ。この段階でタコス石海使いますね。まあ人によってはこう弓のスキルめっちゃ高いから弓使うっていう方も多いと思うんですけど、まあタコスはここで石弓に切り替えますね。あんまり弓使わないっていうのもあるので、まあ石弓の方が使いやすいかなと思うので、石弓霧の地では作りますね。なので A です。では次槍ですね。槍公費の槍、公費の槍ですね。まあこの辺りではタコス的には C かな。結構必要な素材も少なくて強いんですけど、この辺りでタコスは槍卒業しますね。なのであんまり使いません。 C ティアです。でお次ですね、デモリッシャー。デモリッシャー間違いなく S です。はい、もう間違いないですね。灰の地攻略にも使えて霧の地のダンジョン粉砕できます。なおかつクイーン戦もノーダメージでクリアできる戦法もあるので、大ハンマーの今一番強い武器デモリッシャー、これは霧の地では絶対作りたいですね。 S ティアです。でお次ヒミヤフルですね。出ました、ここでアドゲイル。これはですねC よりかは1個上の B かもしれないかなって感じですね。まあというのも戦闘ベリーハードにして霧の地攻略した場合なかなかシーカーが強いんですけど、このねヒミヤフルの副次一撃でひるますことが可能なので、それに結構助けられた思い出がありますっていう思い出補正もあって B です。ただ基本的には使いませんね。はい、では次ですね、エオのヨトゥン殺し、はい D ですね。これ作るんだったらちょっと別の武器作るかなって感じですね。あんまり使わないです。ただまあ毒属性持ってるので、まあどっかで使えることもあるかなと思います。で次クロムですね。クロム B ティアです。逆から攻略の時に大変お世話になったクロム、普通ではあんまり使えませんまあ要求素材がねなかなか多いっていうのと、まあ作った時に無双できるかって言われるとそうでもないので、まあ B ですね。でお次ミストウォーカーですね。ミストウォーカー、これはですねS かなって感じですね。おそらく霧の地で一番作りたいのはこのミストウォーカーとデモリッシャーですね。なぜミストウォーカー S ティアなのかっていうと、まあフロスナーがですね叩き凍結冷属性持ってるのに対してミストウォーカーも霧そして凍結冷属性、この3つ持ってます。これがね非常に強い。まあフロスナーの片手鍵盤って思ってもらったら大丈夫ですね。でなおかつ霧の地で作れるので、まあ霧の地以降次の灰の地でも大活躍します。なのでこのミストウォーカーはぜひ作りたいですね。いや強い本当に。で次スコルとハティですね。スコルとハティですね。B かなって感じですね。一時すごく使ってましたね。要求素材もですねエイトル必要なくてブロックコンボさえしっかりできていればかなり強い装備なんですけど、まあただ両手ナイフなので盾は装備できないということで、まあなかなかねパリ取れなかったりするので B ティアです。で弓ですね、骨折りの弓。
これタコス的にはあんまり使わないので C ですかね。この武器ドラグルの牙とは違って霊属性がつきます。霊属性つくので、弓使いの方はね多分 S ティアとかに入るんでしょうけど、タコスはねこの段階では基本的には石弓使うので、あんまり作らないですね。 C ティアです。はい。でお次がね魔法使い装備ですね。魔法使い装備難しいですね。タコスあんまり魔法使わないのであれなんですけど、作るとしたらっていう話で進めていきましょうか。まず死体起こしの杖。死体起こしの杖は B じゃないですかね。最大3体まで召喚できるんですけど、それなりにね強い骸骨を召喚できます。なのでB ですかね。ただこの辺はですね人によると思います。タコスあんまり使わないのであれなんですけど。ではちょっと飛ばして守護の杖。守護の杖はこれ S じゃないですか。魔法使いの方マルチプレイでもそうですし、魔法使いのね一番の弱点である装備の薄さですね。防御力の低さをカバーしてくれる超優秀な杖だと思うので、これは S ティアでしょう。で次属性杖ですね。残り火の杖、これ A でしょう。これで基本的には、敵をね攻撃していくので、この杖がねメインで戦うことになるんじゃないかなと思います。で次が霜の杖。霜の杖は B ですかね。近距離で使える魔法の杖として B に入れたんですけど、ただ次のですね灰の地でもね結構使えるので、もしかしたらね魔法使いの方はもっと上に上げるかもしれませんね。タコス的には B かなと思います。で最後ですね、匂い玉と単純玉ですね。匂い玉 A です。はい、間違いない。この匂い玉は通称バルサンと言います。これあるだけで霧の地のダンジョン攻略できます。これだけで大丈夫です。これだけ持ってれば霧の地のダンジョン攻略できるので、その意味も含めての A ティアですね。クソ難しい霧の地のダンジョンをこのバルサン一発で終わらすことができる。間違いなく A です。で単純玉ですね。単純玉匂い玉より強いんですけど、ちょっと作りにくさがあるのであんまり数用意できないっていうところもあって、B ティアですね。強さ的にはねもう A ティアに入れてもいいんですけど、なかなかねクイーン戦ぐらいでしか出番がないので、B ティアでございます。はい、以上タコスが振り分けた結果こんな感じになりました。皆さんね多分それぞれ人によって嘘でしょみたいな、おタコスマジか、よかろうならば戦争だみたいなね人も結構いると思うんですけど、タコス的にはこれです。はい。ぜひね皆さんコメント欄でいやこうだろみたいなねことを教えてもらって、コメント欄が荒れてれば、タコスはね結構面白がりながら見てます。はい。なのでコメント欄がね荒れることを期待しております。はい。さて以上です。今回はこんな感じのね動画を撮ってみました。またね灰の地の武器のティア表とかね作っていきたいので、次回もね楽しみにしてください。それではねこの辺でお別れです。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。